結構豚骨と間違えられる方もおられるぐらい、普通の塩ラーメンは透き通った感じのスープになるんですけど、ちょっと他と一緒っていうのは自分的には嫌かなって、異なりたいっていうところもあったので、いろいろ調合したスパイスミックスさせることによって、好きな人には刺さる感じの辛さっていうよりかはやっぱ香り、エスニックな感じのラーメンを食べてるって感覚になるとは思いますね。食べて、あ、美味しい、元気が出たなって思ってもらえればいいなっていう思いを込めて、元気スパイスのラーメンにしました。斬新だったり他ではないねとは言われるので、それが狙いではありました。しっかりと揚げることで甘みに変化するので、スパイスの甘みにもつながってくるので、自分の明るさで誰かを元気や笑顔にしたいっていう思いがあって、自分のお店を開くってなった時に、あ、この思いをコンセプトにしようって思いました。パワーが無料って聞いたので、はい、パワーいただいてもいいですか？それではやらさせていただきます。昨日漬け込んでたチャーシューを朝来た時に揚げる感じです。一日味を染み込ませて、明日の朝にカットするって感じですね。昨日の昼頃に仕込んでからタレに漬け込んで一日寝かす感じ。どんなのに漬け込むの？特製のタレです。こっちの余ったチャーシューをチャーシュー丼に使う感じですね。メニューはノーマルのラーメンとスパイスラーメンと餃子とチャーシュー麺、結構少なめなんですよ。塩ラーメンを始めたきっかけは、年齢層的にご年配の方とかお子様連れが多かったので、そういう方でも気軽に楽しんでもらえるように塩ラーメンをチョイスしました。こっちがチャーシュー丼の具になります。細く切ってカットして、その後に味付けする感じです。で旨味を出してるところです。豚の旨味もちょうどこっちで煮込んでたので、特製のタレを漬け込んで深い味わいにしてます。ここから沸騰させて、だいたい2、30分置いてから半日漬け込ませてからチャーシューの完成ですね。きっかけは正直なところ、前々からラーメン屋になりたいとか、ちっちゃい頃からラーメン屋が夢だったって、失礼かもしれないですけど、そういうのは本当になくて、海上自衛隊に入隊して2年経った時ぐらいに海上自衛隊を辞めようかなって思ってた時に、有名のラーメン屋の店主とたまたま飲み屋でお会いすることがあって、そこからご縁があって、もう海上自衛隊辞めて埼玉帰るんですってお話ししたら、ラーメン屋なれよみたいな言われて、その当時はですね、やりたいことをなんだろうって探してる時期で、その話にちょっと興味を持って、そこからじゃあ自分のお店持ちたいですって話してから、ラーメン屋の修行が、2年間ぐらい始まって、そこから2年経った今現在独立できたって感じですね。ブレンドした9種類の素材です。火をかけて味を染み込ませてゆっくり混ぜていって、スパイスが完成です。クミンだったりとか、ウーシャンフェンだったりとか、ちょっと中華っぽい、カレーっぽい感じのアジアな調味料とかが結構含まれてますね。なんでこうスパイス？自分らしさを表現したいなっていうのは一つと、
このお店ならではのここでしか味わえないラーメンを味わってほしいなと思って、思い切ってスパイスと、元気スパイスってつけたのは食べて美味しい、元気が出たなって思ってもらえればいいなっていう元気スパイスのラーメンにしました。焦げないように弱火で気をつけてます。油を引いてない分やっぱり直で火に当たってる状態なので、焦げてしまったら味がやっぱり焦げの味しかしなくなってしまうので、そこにはちょっと気をつけてまんべんなく混ぜれるように意識してます。炒めることによってやっぱその香辛料も熱によって匂いとか旨味が引き出されるので。塩ラーメンですよね。そうですね。になんかスパイスって初めて。そうですね。結構斬新だったり他ではないねとは言われるので、結構それが狙いではありました。これが、スパイスの方に使われる揚げネギの元となる白ネギの方ですね。もうちょっと焦げ目がついてから、焦がしすぎは良くないんですけど、焦がさなすぎも良くない。ちょっと白すぎたら白ネギの苦味っていうのが強くなってしまうので、しっかりと揚げることで甘みに変化するので、それがスパイスの甘みにもつながってくるので、際どいラインですけど焦げないぐらいのところで揚げるようには意識してますね。実際にラーメン屋さんになってみてどうですか今？いやー、意外と思ったより楽しいなっていうのはありますね。お店来た時にめっちゃ美味しかったって言ってくださるお客さんがいてくれるからやりがいっていうのはありますね。8時半出勤してきて11時のオープンまで仕込みをしてオープンしてから、最近は昼営業と夜営業に分けてて、昼が3時までで、そこから休憩仕込みして6時から8時まで営業して、でそのまま片付けしてだいたい9時ぐらいまでですね。8時半から9時ぐらいまでお店にいる感じです。バタバタではあるんですけど、でもそれ以上にお客様が来てくれることが嬉しいので毎日やっていけます。こちらが、豚と鶏のミックスさせたスープになりますね。特徴としては白濁したラーメンが特徴でして、普通の塩ラーメンはもっと透き通った感じのスープになるんですけど、当店のラーメンはちょっとコクを入れたかったので、豆乳を入れることによって、タンパク質もプラスされて健康にもいいし、深みも出てコクも出るので、ちょっと白濁したラーメンとなってます。こちらの方で、豚の旨味を取ってるので、結構豚骨と間違えられる方もおられるぐらい豚の風味も入れてるので、それがコクだったり味の深みに関わってくるので、結構大事な部分ではあるので、そこで味の調節とかをしたりしてます。豚骨の、豚の骨は使わずに、本来だったら、豚骨だったら骨を入れて長時間煮込んで、丸1日煮込んで旨味が出てくる感じなんですけど、こちらはもう骨を使ってない状態なので、そんなに長時間煮込まず2時間ほど煮込んで油の旨味ができた状態で完成っていう感じになりますね。これが返しですか？そうですね。結構これは細麺の方に当たりますね。食べやすいラーメンにしたかったので、昔ながらっぽい、なんか懐かしい味わいが出したいなって思ってたので、太麺よりも細麺の方がやっぱ昔ながらっぽい感じのスープに麺がちゃんと絡み合って美味しいって感じてもらえるかなと思ったので、細麺にしました。
もやしとネギとチャーシューというちょっとシンプルなトッピングなんですけども、そちらの方が懐かしい味わいのラーメンにはぴったりのトッピングかなと思いまして、こちらのトッピングにしてます。いろいろ具材を入れることは考えてみたんですけども、やっぱりシンプルなラーメン、幅広い世代に好まれるようなラーメンを作るにはやっぱりシンプルなラーメンの方がいいかなと思って、トッピングもシンプルにしてみました。豆苗とネギをミックスしたものとなります。そうですね、一番は唯一無二のラーメン屋っていうのがあって、当店でしか味わえないラーメンを味わってほしいだったりとか、ちょっと他と一緒っていうのは自分的には嫌かなって、異なりたいっていうところもあったので、豚と鶏の旨味を引き出して秘伝のタレで仕上げたラーメンにいろいろ調合したスパイスミックスさせることによって、新しくて、斬新だけど、この組み合わせありだなとか、好きな人には刺さる感じのラーメンっていうのを仕上げました。辛さっていうよりかはやっぱ香りで楽しむっていうところも一つの魅力ですし、エスニックな感じの、簡単に言ったらカレーっぽい感じのラーメンを食べてるって感覚になるとは思いますね。スパイスはこう別皿でいただくとかも可能なんですか？もちろん別皿だったりとか、量をちょっと減らしたりとかも全然可能ですね。パワーが無料って聞いたので、はい。パワーいただいてもいいですか？それではやらさせていただきます。
こうしていきたい。はい。っていうのは、店舗を大きくしたいとかはやっぱないですね、正直なところ。やっぱラーメンヒロトで、このお店は自分に会いに来てくれてる人とかも少なくないので、やっぱ自分がいなくなったら、ラーメンヒロトじゃないかなって思って、なので1店舗でたくさんのお客さんに美味しいって思ってもらえたり、元気が出たって言ってもらえるような人になりたいですね、今後。元気をコンセプトにしたきっかけって何かあるんですか？自分の明るさで誰かを元気や笑顔にしたいっていう思いがあって、自分のお店を開くってなった時に、あ、この思いをコンセプトにしようって思いました。じゃあそこから元気をそうですね。与えられる元ような。気だったり、パワーだったりっていうのが繋がってきてるです。今日も撮影ありがとうごはい、ありざいました。がとうございました。